皆さんこんにちは、ミーパーキングです。本日はトヨタの新型アクアをご紹介していきたいと思います。このお車は約10年ぶりのフルモデルチェンジで、10年先の輝くコンパクトカーを作ろうという思いで誕生して以来、約束通り10年後に戻ってきたというまるで恋愛小説のようなそんな1台となっています。10年ぶりにしては想像以上に先代の面影を感じるのも印象的ですが、世界初採用の技術やトヨタ初採用の走りなど、この車にかけた思いをものすごく感じることができる素晴らしい仕上がりになっているので、ぜひ最後まで一緒に見ていただけると嬉しいです。それでは早速スタートです。本日ご紹介するグレードは G グレードという肉モデルとなります。全長 4050mm、全幅 1695mm、全高 1485mm、燃費は WLTC モードで 33.6kg です。この新型アクアは先ほどもお話ししましたが、世界初採用の技術の他にも後席に 100V の電源を全車に標準装備するなど、他のコンパクトカーとはまた違った新しい世界観を持っているのも特徴の一つです。この車を見れば10年後の未来も予測できるようなとても素敵なお車に仕上がっているので、まずは詳しくエクステリアから見ていきましょう。まずフロントですが、この程よい厚みのある愛くるしいヘッドライトに大型のブラックグリルといい、とても生物感的要素を感じるそんなフロントマスクとなっています。このフレーム部分はメッキではなく、あえてゴールド系を採用し、この少し暖色に近い色を使うことで強さと豪華さをうまく表現していますよね。この感情を感じる動物的デザインといい、やっぱり愛着を感じる要素ってすごく大事ですよね。ライトを点灯するとこのように点灯し、もちろんヘッドライトは LED 仕様となっています。それでは次にサイドを見ていきましょう。サイドはこのような感じで安定感のあるコンパクトフォルムに程よいクーペ感といい、スポーティー要素も感じる軽快なデザインとなっています。ここのウィンドウ部分は後方に行くにつれ細く上空に突き抜けるようなデザインに仕上げられ、ここのリアスポイラーとの統一感といい、全体が伸びやかに見え、スタイルもとても綺麗にまとまっていますよね。タイヤは15インチです。このホイールキャップのデザイン、アクアらしさも感じられる斬新なデザインですね。給油口は左側についています。それでは次にリアを見ていきましょう。リアはこのような感じでコンパクトフォルムにフェンダーの張り出し感といい、とてもスポーティーで安定感を感じるそんなデザインとなっています。ここのリアコンビネーションは縦型の曲線を描くまるで角のようなデザインに仕上げられていて、この全体が丸みを帯びたフォルムということもあり、いいアクセントとして上手に調和していますよね。ライトを点灯するとこのように点灯し、こちらは想像以上に控えめで落ち着いたデザインとなっています。それでは次に気になる内装を見ていきましょう。とその前に鍵を開ける音をお聞きください。なんだかこちらの音も未来感がある音ですよね。内装はこのような感じでブラックを基調としたとても上品で大人っぽいそんなデザインとなっています。一つ一つの質感もとても高く、コンパクトカーという空間に機能性と先進性を兼ね備えた素晴らしい作りになっているので、詳しくその全貌を見ていきましょう。まずフロント中央には7インチのオーディオディスプレイが搭載されています。7インチはちょっと小さいなという方には約4万円弱で 10.5 インチの大型ディスプレイに変更することもでき、これはすごく魅力的ですよね。その下にはシルバー加色されたエアコンの吹き出し口が設置され、その中央にはハザードボタンがついています。さらにその下にはエアコンの操作パネルが設置され、風量・温度調節はそれぞれダイヤル式となっています。ナノイーも搭載されていて、また表示も大きいので、これはすごく使いやすい印象です。そしてここにはスティック式のコンパクトなシフトレバーが備わり、バックギアに入れるとこのような音が鳴り、周囲を確認することができます。操作はとても滑らかで、またパーキングはボタン式と、この少し車らしさが抜けたデザインに清新感を感じます。その隣にはドライブモードの切り替えスイッチがついていて、エコモード、
トヨタ初採用のパワープラスモード、そして EV のみの走りを選択することもできます。ここには少し物が置けるスペースも備わっていて、さらにここをスライドして開けると収納空間と USB があり、少しごちゃごちゃしてしまいがちなコード類の目隠しができる作りはすごくいい設計だなと感じました。そしてその後方にはドリンクホルダーとシートヒーターのボタンがついています。実はシートヒーターは全グレードオプション扱いになっていて、この G グレードだけにはなんと35,000円でシートヒーターやステアリングヒーターなどの充実装備をつけることもでき、これはすごくコスパがいいオプションだなと思いました。またここにはアームレストが備わり、中には収納スペースとアクセサリーソケットが一口ついています。それでは次に運転席周りを見ていきましょう。ハンドルは本革巻きで握りやすく、シルバー化色のアクセントも入り、とても質感のいい印象です。ハンドルの左側でオーディオやメーター内のディスプレイ操作ができ、右側はクルーズコントロール関係の操作ボタンとなっています。ハンドルの調整はここのレバーを下げ、前後上下に調整することができます。エンジンスタートスイッチは運転席の左側についていて、エンジンを始動するとこのように動き出します。始動音ももちろんとっても静かですよね。メーター内左右にはデジタル表示されたシフト位置、スピードメーターがついていて、中央にはディスプレイが搭載されています。メーターは誰が見てもパッとわかる作りになっていて、安全面でもすごくいいですよね。それでは次にシートを見ていきましょう。シートはこのような感じで上質感漂うファブリック素材となっています。シートに座った感じもとても良く、程よい反発感があり快適な印象です。ここには手動タイプのシート位置メモリー機能がついていて、一度決めたシートの前後スライド位置を乗り降りの際ちょうどいい位置に素早くセットすることができます。この新型アクアはなんと足踏み式のパーキングブレーキが採用されていて、この部分に関しては少し意外ではあったんですが、意外にこっちの方がしっくりくる方もいらっしゃるのではないでしょうか。それでは次にドア内側を見ていきましょう。ドア内側はこのような感じでシンプルでありながらアクセントを効かせた高級感を感じる、そんなデザインとなっています。ここはしっかりソフトパッド素材が用いられ、サテン調のドアハンドルに大きなピアノブラック素材と、これだけ大胆にピアノブラックを使うのはすごくインパクトがあってセンスが光っているなと感じました。ドアを閉めた音はこのようになっています。運転席右側には DT シート、ステアリングヒーターのスイッチ、ボンネットを開けるレバー、足元には給油口を開けるレバーがついています。中央上部には LED のルームランプが備わり、このスポットライトのようなデザイン、これは見た目もおしゃれですごくいいデザインですよね。そしてここにはもうおなじみの SOS コールボタンもついていて、事故や急病はもちろんのこと、煽り運転の被害に遭っているその瞬間にも対応してくれるのは本当心強いですよね。助手席前には大きなソフトパッド素材が用いられ、なんとここは収納空間となっています。ティッシュボックスも十分に入るサイズ感なので、こういうインテリアの雰囲気を大事にした作りは本当好感が持てますよね。その下はゆっくり開くタイプのグローブボックスになっていて、そしてここには荷物をかけたりできる買い物アシストシートや、下にはアンダートレイも備わっています。そしてサンバイザーは運転席助手席ともに鏡と照明がついています。それでは次に後席を見ていきましょう。まずドア内側ですが、サテン調のドアハンドルに全てプラ素材とあっさりめのシンプルデザインとなっています。シートに座った感じはとてもよく、足元空間、頭上空間もとても広いので、これはすごく快適です。冒頭でお話しした 100V の電源はここに備わっていて、ガソリン満タン時に 400W の電力を使用した場合、約5日間も使えるエネルギーを持っているそうで、これは車の価値観すらも変えてくれそうな印象です。シート中央にはドリンクホルダー付きのアームレストも備わっていて、この広々空間に 100V の電源、これはもうコンパクトカーの域を超えていますよね。それでは最後にラゲッジを見ていきましょう。ラゲッジはこのような感じで車格相応のとても広い荷室空間となっています。
さらに密室空間を拡大したいときは鉱石のここのレバーを引くことでさらに広い収納空間を作ることもでき、フルフラットじゃないじゃんと思った視聴者様も多いかと思いますが、この車格からしたら容量優先の作りも悪くはないのかなと感じました。それでは最後に世界初採用、トヨタ初採用の技術を組み合わせた新型アクアの運転も少しだけしてきたので、率直な意見をお聞きください。どうぞ。それではエンジンを始動して走っていきたいと思います。当たり前なんですが、このね、スイッチを押しても静かですよね。なんというかガソリン車に乗り慣れている私からすると、なんかエンジンかかったのという気持ちになってしまいます。では、早速走っていきたいと思います。では、行きます。まずこのね、走り出しの静けさ、これもすごくないですか？すごい滑らかなんですよね。すごく気持ちよく走れます。でね、今エンジンかかりました。わかりますかね？エンジンの音もすごい静かですよね。すごくこう滑らかに電気の走行からガソリンを使った走行へ移行してくれるので、すごくもう基本的にすごく静かだなという印象です。で、この新型アクアがハイボーラ型ニッケル水素電池というものを世界で初めて使用しているそうで、旧型のアクアより2倍近くのパワーを出すことができて、で、またこの技術のおかげでスムーズな加速を実現しているそうです。で、またトヨタ初採用のパワープラスモードというものが今回搭載されていて、ワンペダル走行ではないんですけれども、アクセルから足を離すとググッと回生ブレーキがかかるというシステムのものもあります。では実際にね、どんな感じの走行になるのか、ちょっとね、やってみたいと思います。で、今パワープラスモードに変更してみました。で、こちらがですね、アクセルは踏めば踏むほどぐんぐんとスピードが上がるんですが、アクセル離しますね。ぐーっと。こんな感じでね、少しね、ブレーキが効いてくれるような感じになっています。ね、ぐぐぐぐぐーっと加速すれば、もうほんとパワフルに走ってくれるので、このパワープラスモードはね、うまく使うとドライブすっごく楽しくなるんじゃないかなという印象です。で、この平坦な道ではもう踏んだら踏んだだけパワフルにパワーを発揮してくれますし、で、足をね、離すとこうカーブを曲がる時とかはすんなりとこうスピードをスーンと落としてくれるような感じです。グググググッと落とすというよりはスーンって落としてくれるイメージなので、使いやすいかなと思います。で、運転してみて、もうね、フロントガラスの視界も意外に良くて、で、座った位置からワイパーが見えないようになっているので、非常にね、スッキリとした印象を受けます。で、乗り心地としては、やっぱりね、多少ね、地面の凸凹感は感じるかなという印象なんですが、それほどね、すごくダイレクトというわけでもありませんし、乗り心地としては悪くないんじゃないかなと思います。コンパクトカーって結構後席とかも狭いイメージがあるじゃないですか。で、なんですけどね、今回のこのね、アクは後席も結構広いなという印象を受けたので、人をね、乗せるのにもいいんじゃないかなと私は思っています。いかがでしたか？本日はトヨタの新型アクアをご紹介しましたが、10年ぶりのフルモデルチェンジにふさわしい、とても未来を見据えたような、そんな1台でしたよね。なんといっても、いざという時に役立つ 100V の電源環境や、分かりやすく見やすいメーター周りに、回生ブレーキがググッと効く走行など、事故予防についてもよく考えられ、本当これから10年先も相棒として一緒に乗っていたくなる、そんな素敵な1台だなと感じました。個人的には電動パーキングブレーキやオートホールドなどの機能がついてないのが少し残念でしたが、この価格帯でこの質感であれば非常にコスパがいいのではないかなと感じました。実際に新型アクアに乗られている方や試乗された方の感想、また動画の感想など、ぜひコメント欄に書いていってくださると嬉しいです。またチャンネル登録やグッドボタンを押していただけると動画制作の励みになりますので、よろしければお願いします。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。すごい。使いました。使いました。やだ、扱いやすいんじゃないかなと私は思います。これね、カードとカーブが混ざっちゃった。カーブを曲がるときなんかには足をねスッて離